おはようございます。どうも、おはようボードゲーム開放です。今日は我々が初めて作ったオリジナルゲーム、イングリのルール説明をしていきたいと思います。イングリはね、英語が楽しめるカードゲームって感じなんですけど、2人から6人でプレイできて、ワンプレイ15分ぐらいで終わる、本当にルールもシンプルだし、楽しいし、盛り上がるし、で、しかも英語全然喋れなくても遊べちゃうっていう、本当におすすめのゲームになってますので、ぜひ遊んでもらいたいと思います。では、ルール説明いきましょう。まず、イングリの箱を開けると、こんな感じでカードがいっぱい入ってるんですけど、4枚だけ裏側が灰色になってるんで、それを横に避けておきます。で、このゲーム、イージーモードとハードモードっていうのがあるんですよね。で、初めてやる人がいる場合は、イージーモードの方がいいかなと思うんですけど、みんな経験者ってことであれば、ハードモードをおすすめします。で、イージーモードで遊びたい場合は、こんな感じで左下に H って書いてあるカードが全部で7枚入ってますので、その7枚を取り除いてプレイすれば、それがイージーモードになります。ハードモードの場合は全部のカードを使うっていう感じになります。で、まず、この残ってるカードの中から、アンナッポー、アバナナ、アンエレファント、アストーンのこの4種類の中で好きなのを1人1枚取って手元に置きます。で、残ったカードをシャッフルして2枚ランダムで取り除きます。そのゲームはこの2枚は使わないって感じになります。で、残った青いカードを全部シャッフルしてみんなの中央に置きます。これが山札っていう感じになります。で、最初に避けといた4枚の灰色のカードをその山札の周りにこんな感じで置く。っていうので準備が完了です。では実際にプレイ開始するんですが、まずゲームの流れの大枠を先に話してしまうと、手番を適当に決めて、最初の人からこう時計回りに手番が回っていくっていうイメージですね。で、自分の手番になったら山札の一番上のカードを1枚こうオープンする。で、そのカードの効果を発動して、で、次の人の番っていう風に時計回りに手番が回っていって、もうどんどんぐるぐる1枚ずつめくっていって、最終的に山札が全部なくなった時に、手元にあるカードの合計点数の一番高い人の勝利っていう感じになります。ちなみに、この山札のカードを1枚めくるっていう時の注意事項なんですけど、こういう風にめくっちゃうと、自分が一瞬早く見えてちょっと有利になっちゃうんで、こんな感じで自分から遠い側から開けるっていう風のを徹底してもらえるとフェアになって楽しいです。では、カードにどんな種類があってどんなことが起こるのかっていうのを解説していきます。カードは大きく分けて、アイテムカードとトラブルカードとルールカードの3種類に分けて言えます。アイテムカードっていうのは縁が薄いやつですね。これがアイテムカードです。アイテムカードが出た時は、単純にそのカードを自分の手元にこんな感じで持ってきて、そのアイテムを持ってる状態になった。みたいな風に、処理してもう終わりです。この時に、例えば、I have two apples。ちょっと雰囲気出すために、これはルールではないんですけど、言ってもいいんじゃないかなとお勧めしてます。アイテムカードはこれだけです。で、こういう赤い縁のもの、これがトラブルカードです。赤い縁のトラブルカードが出たら、基本的にはそれを開けた人に悪いことが起こります。どういうことが起きるかっていうと、例えば、このカードだったら、もしあなたがダイヤを持ってたらダイヤ。もし持ってなければバナナ。それももし持ってなかったらリンゴを右隣の人に渡す。みたいなことが起こるわけですね。要は自分のすでに過去にゲットしたアイテムカードを人に渡さなきゃいけないみたいなことが起こる。これがトラブルカードです。その移動する処理をしたら、トラブルカード自体は自分の手元にこんな感じで持って、自分の山札としてゲットして置いといてください。最後に一番重要なこういう青い縁のルールカードです。このルールカードっていうのは出た時にカードとしてはみんなで確認して、そのまんまこんな感じで山札の周りに置いて終わりっていう感じなんですけど、このルールカードっていうのはこのイングリのゲームの中心となるミソの部分でして、ルールカードっていうのは上半分と下半分に分かれてるんですね。で、上半分は条件、下半分に英文が書いてあります。で、山札の周りに置かれているルールカードの条件を満たしていることに気づいたら、いつでも誰でも下の英文を読むことができるということになります。ルールカードがオープンされた場に置かれた瞬間に、このゲームの世界にそういう英文を言えるっていうルールが追加されるようなイメージですね。なので、例えばこのカードだったら、みんな合わせて見えてるアイテムカードの中で、リンゴが7個以上あることに気づいたら、Apple Store 叫んでくださいっていうルールなわけですよね。このルールが見えてる状態で、リンゴ7個超えてんじゃんっていうふうに思ったら、誰でもいいので、いつでもいいので、Apple Store って言ってください。そしたら、その人はこんな感じでルールカードを手元にゲットすることができます。これも自分が過去にもらったトラブルカードやルールカードと混ぜて、自分の山札として持っていく感じです。ちなみにこの最初から見えてる4枚の灰色のカードもルールカードなので、この条件を満たしたらこの英文を言うっていう風に、最初から理解していただければ大丈夫です。こんな感じでどんどん回していって山札が全部なくなったらゲーム終了です。で、点数計算の方法について話したいと思います。まず手元にあるアイテムカード、これは1枚1点です。ただし、
1枚だけ含まれるこのダイヤモンドに関しては3点あります。あとは過去にゲットしたルールカードですね。これは1枚2点になります。で、トラブルカードは1枚0点っていう風になります。これの合計点数が一番高かった人の勝利。これがルールになります。というわけで、ざっくりもうゲームの全体としては説明は終わったんですが、ちょっと細かい点、一つ一つのカードの効果とか、こういう場合どうすればいいのみたいなことについて補足説明をしていきたいと思います。まずトラブルカードの内容についてなんですが、トラブルカードは大きく2種類だけあります。こういうカードは、例えばダイヤを持ってたらダイヤを、なければ像を、なければ石を右隣の人に渡す。R って書いてあるんでね、自分から見て右隣の人に渡すっていう風にしにくいんですよね。で、もう一個こういうパターンのカードもあります。こういうカードは、絵のキャラクターがなんか、×がついてる王冠がついてると思うんですけど、これは現状ビリの人にあげるっていうトラブルになります。ビリの人っていうのは今のところアイテムカードの枚数が一番少ない人にっていうことですね。自分自身が今一番アイテムカード少ない場合は誰にもあげなくて大丈夫です。あと複数人ビリ対の人がいる場合はそのトラブルカードを引いちゃった人の右隣に近い人の方が優先的にもらう権利があります。ルールカードの解説していきます。こんな感じでアイテムの絵かけるいくつみたいな風になってるやつはもう単純です。全体でこのものがこの個数以上存在したら言えるっていうのがこのパターンですね。で、こんな風に人の絵が描いてあってその横にアイテムが書いてあるやつ。これは誰か一人がこのものをこの個数持ってたら言えるっていうパターンですね。例えばこれだったら誰か一人がバナナ2個、リンゴ2個以上持ってたら言えるっていう感じです。あとこういう左右に矢印がついてるやつですね。これはこのアイテムが移動することになった時に英文を言えるっていう感じです。例えばこのカードだったら象がトラブルカードによって移動することになったら Be careful っていうやつがゲットできるっていうルールになります。あとこういうタイプのやつですね。こういうやつは3人以上がリンゴを持ったらとか3人以上が象を持ったらこの英文を言えるみたいな感じになります。ちなみに2人プレイの場合は2人で発動するっていう風にしてください。あとはこれ系ですね。これはアイテムカードの枚数っていう意味です。例えば全体でみんなが持ってるアイテムカードの枚数が16枚以上になってたらパーティーって言える。こっちだったらアイテムカードを3枚以上持ってる人が3人以上いたら People who have 3 cards って言えるみたいな感じです。これも2人プレイの時は2人が3枚以上持ってたら発動って感じですね。で、最後にこういうやつがあります。これは今一番アイテムカードの枚数が多い人と一番少ない人の枚数差が4以上になったらストロングって言えるやつです。はい、というわけでカードの解説は以上になります。あとは本当細かいところですね。まず最後に点数計算して同点の優勝が2人いたらどうするのっていうことに関してなんですけど、同点の場合はルールカードのゲットした枚数が多い人の勝ちとします。それも同数だった場合はもう2人とも優勝っていう感じにしてください。あと、これ結構あると思うんですけど、完全にルールを同時に言った場合どうすればいいのかっていうことですね。基本的には先に言い終わった人の方が優先です。で、言い終わるタイミングまで完璧に同時だったっていう場合は、こんな感じでそのルールカードをその場で裏返してキャリーオーバーしてください。次に別のルールを言えた人がついでにこのカードもゲットできるみたいな感じになります。あともう一つですね、条件満たしてないのに間違えてルールの英文言っちゃった場合、要はお手つきの場合どうすればいいのっていう話なんですけど、これはお手つきしちゃった人が過去にゲットした、トラブルカードとルールカードのこの山がありますよね。これを見ないでシャッフルして1枚適当に場にバンと出す。これもキャリーオーバーとなります。次にルールカードのルール言えた人がこのカードもゲットできるっていう風にしてください。もし過去にトラブルカードとかルールカードを1枚もまだゲットしてなかったら、もうお手つきの罰則は何もないって感じになります。はい、というわけでルールは一通り説明し終わりました。本当に詳しい気になるところあれば説明書とか見ていただければと思いますが、これで問題なくプレイができると思います。基本的にゲームの思想としては、すごくストイックに勝利を目指して厳しく、今英文ちょっと間違ってなかったとかそういう風に指摘し合うというよりは、楽しく英語に楽しみながら、盛り上がって楽しかったねっていう風になっていただきたいと僕らは思ってますので、あんまり細かいところのルールとかを厳密に運用するっていうよりは、楽しんでいただければなという風に個人的には思っております。というわけで、ぜひ楽しんでください。では、おはようございました。このゲーム実際に僕らがプレイした動画アップしたりとか、あと作る、完成するまでのストーリーがね、見てもらいたい。本当に全部見てほしい。楽しめると思います。はい。ノブ君好きなカード。好きなカードはKeep Your House OK。確かに一番好きだ。そうだね。